ボールを転がすことで自由に動くことができています。プリミティアプレイヤーエールです。今回はトラックボールカーを作ってみようと思います。ボールで動かす仕組みを作っていい感じに動き回ってみようと思うのでうまくできたらチャンネル登録してもらえると嬉しいです。それでは作っていきましょう。まずは私が足で転がすためのボール作りからですね。こんな感じでベアリングにつながった棒に徐々に幅が狭くなるようにゴムのかけらを並べたら、それを複製してもう片側につけることで中央が膨らんだ紙風船のかけらっぽい部品を作りました。これの方向を90度変えてたくさん組み合わせることでボール状にしようというわけですね。部品の複製も活用しながらくっつけていくことでかなり球体に近づいてきましたが、最後に空いた少しの隙間を埋めるのが難しいです。そこで接着用のパーツをあえて長い棒でつなぐことで遠くから物体スナップ機能を効かせて間に収まるようにします。いい感じにはまりました。でも最後に空いたわずかな隙間についてはそこにギリギリ収まる部品を作って同じようにくっつけようとしましたが、なかなかうまくいきません。このやり方はある程度隙間が空いていないとうまくいかないみたいです。そこで物体スナップ機能を切って手作業で位置を合わせてくっつけました。それから隙間が気になる部分を埋めていけば、よし、ボールの完成です。完璧ではありませんが、かなり球体に近い形状になったんじゃないでしょうか。私が押せばちゃんと地面の上を転がってくれています。ではここからはこのボールで操作できるタイヤの部品を作りましょう。こんな感じでベアリングの軸の周りにぐるっと一周ベアリングを貼り付けていくことでベアリングの回転で横に滑ることができるオムニホイールというタイプのタイヤを作りました。こちらを複製して4つ用意したらこんな感じに綺麗に並べてくっつけます。この上にボールを置いて回転させることでタイヤを動かそうというわけですね。私の足でボールを動かすためにちょうどいい位置に底の抜けた運転席を設置したらタイヤの上にボールを置いて動かしてみましょう。そうすると、おっと、ボールがこぼれ落ちてしまいました。こうならないように対策が必要ですね。どこかに飛んでいってしまうので動きの邪魔にならないようにボールから少し離れた位置にベアリングを使った飛び出し防止用の部品をつけましょう。ついでにハンドルと運転席までの足場も追加しています。私が使いやすい高さにハンドルを調整したらもう一度動かすとボールが飛び出さずにいい感じに回すことができています。それに連動してタイヤも動いてくれてますね。ボールによってタイヤの回転方向が反転するので私が入力した方向と同じ方向に進んでくれるはずです。早速地面との固定を解除して私が乗って動かしてみるとボールを転がすことで自由に動くことができています。それぞれのタイヤがボールの動きに連動して独立して動いてくれるので前後左右だけでなく斜め方向にも進めるのがすごいところです。これでトラックボールカーは完成ですね。でも速度はかなり遅くボールがグラグラしているせいかタイヤを動かす力も弱いのでちょっとした坂道を登ることもできませんでした。つまり平地専用の乗り物というわけです。カメラの位置を固定して旋回性能を見てみると横滑りできるタイヤのおかげでかなり G 流があるにもかかわらず簡単に旋回できました。でも速度が遅すぎて足場くらいにしか使えそうにない
私の視点にして速度を見てみると、最高速度はだいたい秒速1メートルくらいでした。私が歩くよりも遅いですが、かなり操作しやすく、なかなか面白い動きをしてくれるので、よしとしましょう。それでは最後は、平らなワールドに移動したら、トラックボールカーに乗って、なるだけ遠くにドライブに行きましょう。平らな地面のおかげで、障害物を避けながら、いい感じに進めていますが、やはり速度が遅いので、距離を稼ぐことができません。そのまましばらく進んでいると、グリーンスライムが追いついてきて、破壊されてしまいました。走行不能になったので、ここでドライブは終了ですね。それでは、たくさんボールを転がして、お腹も空いてきたので、スライムを召喚して、食べてしまいましょう。燃えるものを集めてきて、火をつけます。いい感じに燃えていますね。よし、スライムも美味しそうに焼けたので、食べてしまいましょう。もちろん、今回頑張ってくれたトラックボールカーさんにもお裾分けしてあげます。はい、どうぞ。今回の動画はここまでです。面白かったと思ったら、チャンネル登録、高評価をしていただけると嬉しいです。リクエストなど、コメントもお待ちしていますね。それでは皆さん、